日はおから蒸しパンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はおから蒸しパンを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、薄力粉やホットケーキミックスを使わずにおからパウダーで蒸しパンを作っていきます。以前ね、私のチャンネルで電子レンジを使ったおから蒸しパンは紹介してるんですけれども、今回はですね、フライパンを使って作っていきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。おからパウダー、卵、牛乳、お砂糖、サラダ油、ベーキングパウダー。今回はこちらの6つの材料で作っていきます。まずおからパウダーですね。こちらに関しましてはお好みのものを使用して大丈夫なんですけれども、できるだけ微粒子タイプのものを使うようにしてください。今回私はキッコーマンの豆乳おからパウダーを使用していきます。こちらもね、こんな感じできめの細かい微粒子タイプになってます。そして卵ですね。こちらは M サイズ2つです。そしてお砂糖に関してですね、こちらは白砂糖を使用していきます。お好みできび砂糖やグラニュー糖などで代用していただいても OK です。ラカントを使っていただくと多少ね、膨らみが悪くなるんですが、代用していただいても OK です。そして油ですね。こちらはサラダ油を使用していきます。お好みで米油など香りのしない油で代用していただいて大丈夫です。そして今回はこちら8号サイズの紙カップを使用していきます。100円ショップのキャンドゥさんで購入したものになります。この紙カップは両面シリコン樹脂コートされているものになります。そしてね、この紙カップだけだと生地を入れるとビヨンと広がってしまいますので、必ずですね、同じぐらいの大きさの耐熱のシリコンカップや、あとはココットなどにこのように紙カップをはめ込んでおいてください。シリコンカップも8号サイズになってます。こちらも同様に100円ショップのキャンドゥさんで購入しました。ということで早速作っていきます。それではね、生地を作っていきます。まずはじめにボウルに卵を割り入れてください。そしてまずね、卵を軽く溶きほぐしましょう。このようにね、ざっと溶きほぐしてください。そうしましたら続いてお砂糖を加えます。お砂糖を入れた後の注意点なんですけれども、お砂糖を入れてそのまま放置しておくと、砂糖が卵の水分を吸ってしまって粒々が出てしまう時があります。なのでお砂糖を加えた後は手早く混ぜるようにしてください。それでは入れます。そして手早く混ぜます。だいたいね、30秒ぐらいですね、しっかり混ぜてください。はい、 OK です。お砂糖のね、シャリッという感じがなくなるのを目安にしてください。そうしましたら続いてここにサラダ油です。サラダ油を入れていただくととてもしっとりとした食感に仕上がります。それでは混ぜます。こちらもですね、同様に30秒ほどしっかりめに混ぜてください。ここでね、混ぜ足りないと生地のムラができてしまいますので、材料はね、その都度加えたらしっかりと混ぜるようにしてください。はい、混ぜました。そうしましたら続いてここに牛乳です。そしてよく混ぜましょう。はい、混ざりました。それでは続いてこちらおからパウダーです。こちらのおからパウダーは必ずふるって加えるようにしてください。では加えます。そしてふるって入れます。加えたら泡立て器でしっかり混ぜましょう。おからパウダーがね、ダマにならないようにきちんと混ぜてください。はい、 OK です。今ね、生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラっとつながって流れ落ちるぐらいの硬さになります。おからパウダーのダマができないようにきちんと混ぜるようにしてください。そうしましたら最後はですね、ベーキングパウダーを加えていきます。こちらも同様にふるって加えてください。ベーキングパウダーなんですが、こちらは水分に反応します。なので最初の方に入れてしまうと早めに反応してしまってうまく膨らまないので、必ず一番最後に入れるようにしてください。そしたらよく混ぜます。はい、 OK です。ムラがないようにこちらもきちんと混ぜてください。型に流し入れる時なんですが、スプーンですくって入れていただいてもいいですし、こういったね、注ぎ口があるものに入れ替えていただくと入れやすいと思います。ちょっとね、洗い物は増えるんですが、こちらの方がね、作業がスムーズになると思います。はい、 OK です。ではね、用意しておいた型に生地を流し入れます。だいたい8分目から9分目ぐらいまで入れましょう。
はい、こんな感じです。このぐらい入れてください。それではね、残りも同じように生地を流し入れていきます。ベーキングパウダーを加えたらすぐね、こうやって流し入れて蒸さないと、こちらもね、膨らまない原因となりますので、必ず流れ作業で行うようにしてください。はい、OK です。今回の分量で6個分になります。こちらはね、入れる量によって多少変動がある場合がありますので、目安にしてみてください。今ね、ちょっと表面がボコボコしてるので、一度こちらを平らにしたいと思います。まずですね、少し高めのところから2、3回落として、あとはこのようにちょっと揺らしてください。そうすると表面が平らになります。では残りも同じように2、3回落として、あとはこのように動かします。はい、OK です。それでは今からこちらをフライパンで蒸していきます。それではね、フライパンを用意してください。今回私は直径24センチのフライパンを使ってます。まずお水を注ぎ入れてください。だいたいフライパンの底から1センチほどのお水です。はい、このぐらい入れてください。そしたら火にかけます。そして一度このままお水を沸騰させましょう。はい、沸騰しました。沸騰したら火を止めます。火を止めると湯気がこのようにバーッと上がってくるので、この湯気でやけどしないように注意してください。それではこの中に型を置いていきます。この時もね、やけどしないように注意してください。はい、このように置きます。そしたら蓋をして、そしてもう一度火にかけます。火加減は中火です。このまま10分蒸していきます。途中でね、もしお湯がなくなってしまった時は、途中で蓋を開けてお水を追加してください。空炊きにならないようにだけ注意しましょう。それでは蒸していきます。火加減はこのぐらいの中火です。はい、10分経ちました。そしたら火を止めます。そして蓋を開けます。じゃじゃーん。はい、見てください。このようにふわふわまん丸に仕上がってます。それではね、こちらのフライパンから取り出したいと思います。きちんとね、中まで火が通ってるかチェックしたい時は、爪楊枝か竹串で中心を刺してみてください。その時にもし生の生地がついてくる場合は、もう少しね、蓋をして蒸してみてください。それでは取り出します。やけどしないように注意してください。ちょっとね、熱いので少し冷めてからね、取り出していただいても大丈夫です。はい、このようにまん丸でふわふわに仕上がってます。そしたらこちら型から取り出してください。この時もね、やけどには注意しましょう。はい、OK です。このまま一旦軽く粗熱を取って、側面の部分も乾かします。表面がね、乾燥しないように上にね、ふわっとキッチンペーパーをかぶせておいてください。はい、これでおから蒸しパンの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにふわふわでまん丸に仕上がってます。はい、そして中身もふわふわな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では手づかみで失礼します。すっごくしっとりです。いただきます。もうすっごくしっとりですね。そして甘さもちょうどいいですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のおから蒸しパンのポイントです。まずおからパウダーなんですが、こちらはお好みのものを使用していただいて大丈夫です。ただですね、微粒子のものを使用するようにしてください。そうすることで舌触りの良い美味しい蒸しパンに仕上がります。そして生地を作る時のポイントです。生地を作る時は材料を一つずつ加えて、その都度よく混ぜるようにしてください。そうすることで生地の馴染みが良くなります。そして1点気をつけていただきたいのが、ベーキングパウダーを入れる順番です。こちらのベーキングパウダーは水分に反応するので、最初に入れてしまうとあんまり膨らまなくなってしまいます。なので必ず最後に入れるようにしてください。そしてその後カップに入れるんですが、今回私はですね、100円ショップのキャンドゥさんで購入した紙カップと、あとはシリコンカップを使用してます。こちら両方8号サイズになりますので参考にしてみてください。今回の分量でいくと8号サイズで6個分になります。あとはね、もう蒸すだけなんですけれども、蒸してる最中にもしお湯がなくなりそうに
になったら追加でお水を加えて蒸し続けてください。空炊き状態にならないようにだけ注意していただけたらと思います。そして蒸し上がったらですね、一度竹串などを刺して生の生地がついてこないかだけチェックしていただくといいかなと思います。もしこの時生の生地がついてくる場合は追加で1分から2分ほど蒸してみてください。あとはですね、粗熱を軽くとって召し上がっていただけたらと思います。こちらの蒸しパンなんですけれども、冷凍保存もしていただけます。冷凍保存する場合は一旦しっかり冷ましてからその後1個ずつラップでくるんで、そしてジップ袋などに入れて冷凍保存するようにしてください。冷凍した場合はだいたい1週間から2週間ぐらいを目安に召し上がっていただけたらと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はおから蒸しパンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。